はい。異世界からやってきた見習い文字すずめのすずめいなです。動画では、はじめまして。この前の配信で、リファインドセルフ性格診断ゲームというゲームをプレイさせていただいたときに、1周目と2周目をやって、あと3周目まであったと思うんですけど、3周目に入るとさらに詳しい性格が知れるということで、最終目やっていきましょう。コネクションコンプリートハローウッドネット。変わったくない？もうどうしたらいいのかわからないんだ。逆にどんな性格ならあの子は自らの命を絶たずに済むのだろうか。普通の人間ならそんな選択ありえないはずなんだ。思考パターンに違いは出ているのに結果が変わらないんだ。100年後に再会する約束をなぜ守れない？頼む、お願いだ。正確な判断ルールを閲覧できるようにしておいた。それを使ってでもどうかあの子を人間らしくさせてほしい。頼んだよ。でも自害を選ぶっていうのは逆に人間らしいんじゃないかと思うけどね。博士が死んでしまった。私はこれからどうやって過ごそう。21バツバツ年6月21ここに眠るクスノキ。博士、こんな感じでね、このハートが全部溜まると性格がねわかるっていう。なんか落ちてるな。まあ1周目と同じでもう初見プレイぐらいしっかりやっていこうと思いますよ。まあこんぐらいで。そうだ、このベンチで博士が名前を呼んでくれたんだ。最初と同じ名前でいきます。そう、今約束しようって言ってくれたんだ。それを果たせたらいいのかな。大丈夫、この胸に刻んである。大丈夫、思い出さなくても私の胸に刻んであるんだ。何があっても二人で一緒に幸せになるって博士が言ってくれたんだ。音的にあれなのかな、海の近くなのかな。よし。おお、助かった。そこのバッテリーを取って私にくれないか。そこの小さき盗人に体を破壊されてしまってな。一人では取れないのだ。それがなければ私はもう死んでしまうし動けないのだ。頼んだぞ。ちょっと待ってほしいのです。どうか貧しい我々にこそ慈悲を。私たちはそのバッテリーがなければ死んでしまいます。そのバッテリーを私たちにどうかお願いします。争いの種なんてない方がいいを選んでるんですけど、ずっと争いの種は壊さなくては。冷たくて動かない。あれでもさ、壊さなくてもさ話すことできたよね。バッテリーは見なかったのかな、この前は。あ、でもそっか、どっちもあれか、やる結末になっちゃったのか。ちょっとそれは不本意だな。いないじゃねえか。どうした？こんなところほっちき歩いて。博士がいないから暇になったか？なんだ、ずいぶん思い詰めてるようじゃねえか。そういう時こそ占いロボットで俺の出番だな。今占いなら5コインでやるぜ。うちは10コインもらうけどな。どうだ、半額だし。やってもらいましょう。占ってもらおうかな。そう、かわいいこの赤ラメ。よしけど何を占ってほしい？イナは基本的に何でもしたい派なのでしてはならないことを選ぶんですけど、気になるからな。するべきこと見てみるか。なるほどな。ではそれを占ってみよう。今回はもう何にも気にせず3回適当に触ります。OK だ。なるほどな。やるべきこと、それはその背中にネジを巻くことだろうな。ありがとう。とか何でも言ってないんだ。博士が旧型であり稲のためにつけてくれたんじゃないのか。自分一人で動けるようにってな。それは博士が死んで気分が落ち込んでるのもわかるがよ。でもネジを巻かないままで死ぬも同然だからな。うん、わかってる。これって占いだったのかな。なんかさ、この町の住人ってみんな機械なんだね。やあ、博士のお墓に行ってきた？行ったよ。そっか、そうだよね。さ、博士は本当に死んでいると思う？どういうこと？そのままの意味だよ。あなたは博士が死んでいると思うかってこと。わからないって前は答えたの。でも死んでるんだろうな。博
士は死んでるに決まってるよ。だって死んでるもの。そうだよね。変なこと聞いてごめん。よりによって君にさ。大丈夫。でも私たちはこれからどうしたらいいんだろうね。他にやることもないから私は絵を描いてたりするんだけどね。そうだ、ちょうどいいや。お羊の絵を描いてるんだけどなかなか完成しなくてね。羊を何色にするか悩んでるんだ。どう？描いてみない？手伝うよ手伝う。やりましょう。今度はうまくできるから。前回はね、塗り方が分かんなかったんですね。羊ってさ、倒すべき対象の子は黒かった気がするの。最後、とある女の子が守ってた羊は白かった気がする。どうだったかな？なるほど、こう塗るんだね。おかげでこれで完成できそうだよ。ありがとう。お礼のコインも受け取ってよ。ありがとう。かわいいね。私だ。私が写っている。私は誰？私はイナ。博士が作った。私という存在は博士にとっての友人だ。そうだ、私は博士の友人なんだ。ダメだ、鏡はどうも調子が悪くなる。離れよう。あ、信号機さん。信号機だ。毎日の労働に感謝する。ずっとここで赤と青を繰り返し表示しているのか。私だったら退屈と感じてしまうかもしれないな。ありがとう。機械の住人が多いから、なんか信号機さんにも心ありそうだよね。カラスさん。カラスドローン。どうしよう、博士に殺すように言われてたけど。くるくるくる。殺せるなら殺してみろ。何が起きるか知らんがな。くるくるくる。撫でたい、もう一回。よしよし。やめろ、ふざけるな痛え。攻撃されたわ。まあカラスはちょっとスズメの天敵みたいなとこあるんですけど。そう、この子なの、最後出てくるのが。こんな子いたっけ？誰だろう。私は何をしたらいい？あなたはあなたが思うように自由に動いたらいい。博士はそれを望んでいるはず。ただ可能なら一つお願いがあります。お願い？はい。羊に触れてきてください。ここ以外の羊です。おそらく3匹ほどどこかにいるでしょうから。見つけてきたらコインを渡します。わかった。よろしくお願いします。ここにいる。そう。触れたら消えた。触れてきてほしいって言ってた羊なのかな。この子しか見つけられないんだよな。スクラップ持てないかい？持てたら交換しよう。今中じゃ1スクラップ10コインだ。間割り、報酬のコインを渡そう。最新のホットな話題を教えます。こんにちは、こんばんは、情報屋です。様々な情報を取り扱ってますよ。今3つの情報がありますね。60コインなら3つすべて、30コインなら2つ、無料なら1のみですが、あなた様が選べるのは1度だけ。さてどうされますか？1つにしてみよう。わかりました。無料の情報ですね。それでは情報です。灯台の下。その崖の下はどこかに繋がっているはずです。そこのはしご屋ではしごをかけてもらえば近道ができそうですよ。以上です。また話しかけてもこれ以上情報をお伝えできかねますのでご注意を。それではごきげんよう。いいな、よく来たね。実は博士から仕事を任されていてね。君が望むところにはしごをかけてやってくれと。まあはしごは僕自身だから仕事をしたら僕は死んでしまうんだけどね。さてどこにはしごをかけるかい？近道になるような場所でもいいし、行けない場所に行けるようにしてもいい。君を犠牲にはできないよ。はしごはかけなくていいよ。君を犠牲にしてまで必要なものでもない。おう、ありがとう、助かったよ。でもはしごをかけたくなったらいつでも言ってね。なんて言ったって博士の頼み事だからね。ラーメン食ってくか。一杯20コインだ。ちょっとこの新しいの食べてみたいな。最高だ、最高の味だ。しかも食べたことない味だ。いつ食べても新しいな。なんだか博士と食べた時のことを思い出すな。
いやー、美味しかった。私も美味しいという表現が正しい味でした。私さ、こうやって友達とラーメン食べてみたかったんだよね。夢が叶いましたね。私は毎日食べても問題ありませんよ。毎日は遠慮しておくよ。ははは。人間の体には毎日は重いんだな。でもいつまでもこうやって食べに行けたらいいな。自動販売機、そういえば喉が渇いたな。なんか買おう。お汁があんま好きじゃないんだよな。お水買おう。ごくごく。潤ったな。にゃんこ。猫ちゃんだ。どうしよう。話しかけよう。猫風に話しかけるがある。この子の猫風が見られる。かわいい。あ、反応なしなのね。ちょっと悲しいね。段ボールだ、濡れてるな。何が書いてあるか調べる。楠木研究所より救援物資のお届け。政府の融通が利かずに苦しんだままの方々へすぐに楽になれる薬です。すぐに楽になれる。博士、そんな怪しい薬ある？これがコーラルの深入り83度で、こっちがすごいな。匂いだけで完璧に区別できるじゃないか。最初に教えてくれたのは博士です。確かにそうだが、ここまでとは。ミルクとコーヒーの違いを教えていた頃が懐かしいよ。ありましたね、そんなことも。めんどくさい。博士はいなくなっちゃったけど、それでもお客様来るんだよね。めんどくさいよって思ってるところにいかにも手伝ってくれそうな人が。手伝うって何よ？モノカフェの手伝いだよ。お客さんにコーヒーを出すだけ。いつだっていいからさ、準備できたら声かけてよ。やってみよう。やったことないし。すごい。なんかあれだね。飛び盛りの時のコーヒーショップの経営を思い出す。温かいコーヒー、砂糖。なるほど。チップくれましたね。こうやって働くという手段もあったのか。最悪の気分だ。ホールドでお薬、なんかお薬入れろって言ってたよね。どうせ私なんか。来た来た来た、最高のドリンクありがとう。やっぱあのお薬ダメだよ。ダメだなこれ。ここいないんです。ミルクコーヒーが飲みたくて。いいよ。どうせこっちの給料から引かれるから。あるやないか。あるじゃん。ありがとう。おかげで楽できたよ。これおだちんね。ありがとう。プレイします。これほんとむずいのね。もうね、ちょっと曲げなきゃいけないの。一旦過ぎ去ってから、こういうこと。こういうこと。めっちゃ上達してるよ。いいよいいよいいよ。いけてるいけてるいけてるよ。クリアできた。おめでとう。ちょっとクレーンゲームだけやらせて。クレーンゲームをやって最後終わりにしよう。頑張れうさちゃん。これ確かね、うまく掴むとね、どっちも手に入れられるの。こういうことこういうこと。すっごいこと言ってるんです。これで最後カメさん取って終わりにしましょう。ナイス。私は何を。そうだ、博士がコントロールモードが終了したのか。一体何のために。クソ、エネルギーが残り少ない。まだやらなければならないことがあるというのに。できることをするんだ。時間がない。羊をやらなきゃ。待っていてください、博士。
でも結局一度も撫でたよっていう報告しに行けなかった。勝手にやってる。羊をどうするつもりですか？破壊させてもらうよ。それは許しがたい行為ですね。博士との約束を守るためなんだ。お願い破壊させて。あなたにどんな理由があると私には私の使命があります。この子たちを守るという使命です。ですからあなたが羊を破壊するなら私があなたを破壊します。さあ、やるしかないのか。そう、今まで選んだものによって、ここの選択肢が変わるんですよね。私のするべきこと、それは博士が100年後に生まれてくるのを阻止することだ。こんなところでも負けてはいられない。阻止するってどういうこと？だって会うんじゃないの？痛い。まともに戦っても勝てないのか。最悪なのは私はここへ倒れることだ。だとしたら何としても阻止しないと博士が一人になってしまう。負けてはいけないんだ。絶対に負けられないんだ。たとえ手足が脱げたとしても羊を殺しきるまで絶対に倒れてはいけない。歯車一つになろうとも私は絶対に倒れない。無敵？そんなことができるの？うわー、音がリアル。やっと倒せた。まさか私がなぜこれでようやく博士との約束を。もうエネルギーが限界だ。待っててください。今行きますから。すぐに行きますから、博士。自爆しなくても結局同じ結末なんだ。エネルギーが残り少なくなってきました。この背中のゼンマイごめんなった。ゼンマイを燃えてエネルギーを充填しなかった場合、活動が停止してしまいます。私は博士との約束を果たさないといけないのです。その責任が私にはあるはずです。一緒に幸せに生きようと。だから約束を果たします。でも生まれてくるのを阻止するって言ったよね。いやあ、クリアお疲れ様。新たなデータを収集することができたよ。今回の実験も失敗に終わってしまったがね。彼女を生き続けさせたいんだ。機械にはそんな心がないのだろうか。管理者がいなくなった途端に不具合が。いや、すまない。私の勝手な都合なんて君には関係なかったね。こんな終末世界で実験に付き合ってくれているんだ。愚痴をこぼす前に強力に感謝するべきだったな。ありがとう。少しは人間を見直したよ。さて、君の性格をログから書き出してみようじゃないか。ログには君と同じ行動を起こした被験者が何%いるかも表示されている。興味があれば注目してみるといい。それでは私はこれで失礼するよ。ありがとう。そして良い週末を。リーダー、舞踏家、やっぱり平和主義者。これで3週目が終わりました。なぜだ。なぜ君は。何なぜ何度繰り返しても同じ結末をたどってしまうんだ。今まで繰り返したログってこと？どんな人間の性格を参照させたとしても、どんな性格をシミュレーションしても同じ結末をたどってしまう。君は必ず私の DNA が埋め込まれた羊たちを破壊してしまう。でもあなたがやれって言ったんじゃ。そして全てを終わらせた後、そのゼンマイを巻かずに死んでしまう。なぜだ。なぜなんだ。なぜ。何があっても二人で一緒に幸せになるんだって約束したんじゃないのか。羊がいなければ私を再生させることはできないんだぞ。私の計画通り100年後に私を再生しようとしないのはなぜだ。なぜ羊を破壊する。なぜ。そんなの本人に聞けばいいじゃないですか。
起きてたのか。私は約束を果たすためにそうしたんです。どんな性格であれ私は私です。考え方は違くても、たどり方は違くても、私の気持ちは変わらないんです。そんなはずは。もう一度だ。なぜ？もう一度。私は失敗を乗り越えてきたんだ。なぜだ。もう時間がないんだぞ。博士、諦めてください。計画はもう止められないんだ。私を含めもう人類は滅びる。そうなの？ナノマシンは人間の体を蝕むだろう。安全なのはナノマシンが分解される100年後だ。ワクチンは作っていない。私ももうじき死ぬ。どうしてそんな。君が誰かの手に渡るなら、私から奪われるなら、いっそ私もろとも死ねばいいんだ。もともと人間が嫌いだったんだ。自分を含めてさ。だから、100年後新しい私として君に会えることができればそれでいい。そう思ってここまで進めてきたのに。それなのに最後の最後で君は。だから性格を変えようとした。でも無駄だった。博士。私が思う以上に君の設計は完璧だったみたいだな。お願いです。人間らしく全く言うことを聞いてくれないじゃないか。はは。博士。クワッとした。私を、本当の私を見てください。かわいい。一人の存在として、私を最も人間扱いしていないのはあなただ。仮初めの私ではなく、あなたが作ったものではなく、私にだって心があるんです。器だけじゃないんです。希望へすがるように未来に向かって祈りさえも覚えます。寂しさも知っているでしょ。100年間取り残されて挙句の果てに、本当の博士ではない新しく生まれた博士を、私のことを知らない博士と過ごすなんてことは、きっと寂しいことです。全く新しい私を作り直すことを嫌がり、古いボディにさえこだわるそんな博士から私は人間を学んだのです。だがしかし、君の性格は確かに。私にとって性格とは今までの過程の結果なんです。今まで過ごしてきた大切な過程の結果を見えるようにしているだけ。その結果だけを変えたとしても、今まで培った博士との過程を覆すことはできません。二人でどれだけの過程を過ごしてきたか。博士、あなたが知らないはずがないでしょ。当たり前だ。知らないはずがない。私だってどんな思いで、こんなことを。だからこそここで諦めていいのか？諦めたらそれで幸せなのか？それは、方法はあるんだ。結果を変えても意味がないのなら、過程を消せばいい。それって、君の私に関する記憶を消せばいい。それだけでいい。そんな簡単なことで全てうまくいくんだ。計画を成功させたらお互い初対面というわけだ。そんな、それじゃあ何のために？本当だよ。もう時間がないんだ。博士お願いです。博士。しないよ。そんなことできない。やっぱり。できない。博士。私の記憶を消すことなんて、君との幸せな日々をなかったことにするなんて、できるわけがないよ。情けないけど、あと少しだとしても君と話していたい。君と遊んでいたい。君と手をつないでいたいよ。私もそう思います。まだもう少しだけ時間がありますから。最後まで一緒にいますから。ああ、一緒だよ。よかった。よかったのか。タイトル。
お疲れ様です。最後を見届けたのですね。ご自身が何者か本当の意味で理解できたのではないでしょうか。私もようやく役目を果たすことができました。ゲームをプレイしたくなったらいつでもお好きな時にいらしてください。お待ちしております。誰だったんだろう。性格見ましょうか。あ、最も遠いのが裁判官なんだ。平和主義者も割と遠いんですね。聖職者が一番近くて、裁判官が一番遠い。裁判官見てみよう。この道は確かに不幸になるかもしれない。でもそれが正しくて正解なんだ。確かに遠い。ルールや秩序を大切に人のお手本になれるように正義感のある性格。裁判官はあなたが守るべき道徳を表しています。あなたは感情や利益よりも秩序と法を優先することができ、その世界を守る重要な一人です。例えばあなたに不利益なことがあっても、それを理不尽だと思うことがあっても、従うことができます。また何事にも法則があるという真実を知っています。この性格はあなたをより強く、そして受け入れられる人間にすることができるでしょう。ほんとだ、真逆だ。理不尽だと思ったら従わないし。こんな感じになりました。ということで、リファインドセルフ性格診断ゲーム3週目はこんな感じとなりました。ありがとうございました。面白かった、本当に。みんなもやってみてほしいし。で、最後のストーリーめっちゃ気になるしで、ちょっと考察がはかどりますね。ではでは、また次の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。